コンケイクです。今回のテーマは、同性に恋をしている人へ、あの人の気持ちです。どうぞよろしくお願いいたします。同性に恋をしている人というのは、シスジェンダー、つまり生まれた時に割り当てられた性別と性自認が一致していた方ですね。はい。その方だけでなく、トランスジェンダー、また性的指向の方ですけれども、バイセクシャルやパンセクシャルで現在は同性に恋をしている方、その他様々な性自認や性的指向の方で現在同性に恋をしているなと思われる方はこちらをご覧ください。異性の恋愛に関しましては次回になります。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はハートソナーというスプレッドとオラクルカード1枚で占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のあの人の気持ちですね。はい。あなたに対して思ってらっしゃることっていうのはですね、簡単に言うと運命を感じていらっしゃる。はい。そんな感じですね。強い思いを抱いていらっしゃるようなので、はい。あなたと今後の恋愛も前向きに進んでいけるのではないかなと思いますね。はい。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきますね。まず、現在ですね。はい。こちらがですね、ペンタクルの7の逆位置です。今は恋愛関係としてのビジョンがない状態ですね。はい。あなた自身がもしかしたら自分とは釣り合わない人を好きになったのかなと不安を感じてらっしゃるんですかね。相手の気持ちを知りたいっていう思いがあるってことは、やはりですね、ご自分に自信がないとかですね、関係に不安があるとか、そういうことはあるのかもしれないですね。はい。そういったところで、今は進展が見られないので、もしかしたらご不安に思ってらっしゃるんですかね。はい。今はこんな感じですね。では、未来ですね。はい。こちらがペンタクルのクイーンの逆位置ですね。はい。相手のことをよく知ってから動くときという風になっておりますね。はい。実際に相手を見て、話して、しっかり判断することが大事です。そうですね。恋愛で進むにしてもですね、あなた自身、今段階でもですね、素敵だなと思ってらっしゃるかもしれない。だけれども、その人の本質っていうものをですね、しっかり自分で見ていただいて判断していただく。そうやって動いていくことが大事ですよっていう風になっておりますね。はい。そうですね。それでですね、相手がどんな人なのかっていうのを分かることで、今後ですね、恋愛関係に発展した時もですね、その人とのうまいコミュニケーションの取り方っていうのがですね、やっぱりその人の性格だとかそういったところ関わってきますからね。はい。そういうので、しっかりと知るべき時っていう風になっておりますね。そうですね。なので、近い未来になりますと、まだその完全に恋愛関係になるかっていうとですね、もうちょっとゆっくりとした関係を築いていくっていう感じですかね。はい。まずは相手のことをしっかり知りましょうっていう風になっております。ではですね、あなたに対してお相手がどういう印象を持っているかっていうところを見ていきますね。はい。こちらがカップの8の正位置と
運命の輪の正位置の2枚ですね。はい。運命の輪が出てるので、シンプルなことを言うと、運命を感じていらっしゃるっていうことですね。はい。あなたに対して出会うべくして出会ったのだと思っている。かなり熱烈な思いを抱えていらっしゃるっていう感じですね。はい。お相手の方っていうのは、あなたに対しても強い思いですね。持ってらっしゃるっていう感じですね。ただその感じだとですね、やはりあなたに対してもっともっとですね、近づきたい。だからこそ満たされない気持ちが現在はあるっていうことですね。はい。そうですね。ちょっとですね、恋愛関係でゆっくりめに動いてるっていうところがあるので、お相手の方もですね、あなたとなかなか進めないことにじれったさを感じているっていうのがあるかもしれないですね。はい。で、あなたとしっかり次のステージへと進みたいという風になってますので、ですね。かなりあなたのことを好いてらっしゃる。そんな感じの結果になっておりますね。はい。今後はお相手の方っていうのはですね、しっかりあなたの将来ですね。はい。あなたとの今後をですね、見てますよっていうことですね。はい。はい。ではですね、お相手の方の状況がどうなっているか。ワンドの10の正時ですね。はい。お仕事だとかでですね、自分にしかできないと背負い込んでる状況なので、とても忙しいですね、今。はい。そういうところもあって、やっぱりなかなかですね、あなたとの関係もうまいこと進められないっていうところがあるんでしょうかね。その忙しさが邪魔をしてるっていう感じですね。はい。ただ、あなたとの恋愛にはしっかり目を向けている状況なので、決してですね、忙しいからといって、あなたのことを忘れているわけではありません。はい。常にあなたのことを考えていらっしゃるっていうような感じですね。うん。はい。でですね、そのお相手の方の願望っていうものがどんなものなのかっていうとですね、ペンタクルのキングの逆位置ですね。はい。もっとあなたに頼られたいと思っている。はい。自分が役立てないもどかしさを抱えていらっしゃるので、もっともっとですね、あなたが甘えてくださったらいいなっていうふうに思ってるのかもしれないですね。そしてですね、その部分においても、やはりですね、もっとあなたと関係性を密に築きたいなと思ってらっしゃるんでしょうね。頼れるぐらいに、近い関係っていうものになっていきたいと思ってらっしゃる。そうですね。かなりやはり熱烈な思いを抱えてらっしゃる状況ですね。そうですね。ただ、忙しさとかがあるのでですね、なかなかお相手の方もやっぱりもどかしさっていうものがあるでしょうね。そういうのを考えると、あなたがですね、少しでもお相手の方に対して、コミュニケーションを取るっていうことは必要かもしれないですね。お相手の方もかなり喜ばれると思います。はい。ではですね、今度あなたの状況がどうなっているかっていうとですね、ソードのキングの逆位置になっていますね。はい。慎重になっている状況っていうことで、そうですね、あなたの場合はやはり現在においてもご自分に自信がないっていうところがあるので、そこでですね、やっぱり恋愛に対してもどうしても慎重になりますよね。相手がどう思ってるかわからないっていうところがあると思うので、ただですね、今現在こちらのカードさんの様子を見てますとですね、やはりお相手の方っていうのはかなりあなたに対して熱い気持ちを持っていらっしゃる。愛情を持っていらっしゃるっていうことも感じられますので、もっとあなた自身気軽に考えて連絡をしてもいいと思いますね。忙しい中でもですね、あなたの連絡が来るっていうだけでですね、お相手の方とても嬉しいと思うんですよね。ちょっとした癒しになると言いますか、
そういうところでですね、あなたの連絡だとかですね、接してくださるのを待っているっていうところがあるので、もしよろしければですね、どうしても二の足を踏んでいたっていうところがあったかもしれないですけれども、今後ちょっと動いてみることもしてみてもいいかもしれないですね。はい。はい、助言ですね。カップのクイーンの逆位置です。失敗を恐れず、もっと強い気持ちを持って前に進んで大丈夫ですという風になっておりますね。そうですね。失敗っていうかですね、多分このお相手の方の気持ちを見ていると、恋愛で今回失敗はもうないと思っていいのではないかっていう感じはするんですけれども、それでもですね、やっぱり不安になるっていうことあると思うんですよね。ただですね、あなたがもっと強い気持ち持っていいと思います。はい。そして、その中で恋愛において前向きに進んでいて大丈夫だと思いますね。はい。お相手はもうあなたに完全に夢中なので、そこをですね、心配する必要はないですっていうことは、まずですね、覚えていてほしいなと思いますね。はい。なので、あとはあなたが動くかどうかですね。一言でも連絡するだけでもいいのでですね、お相手の方を喜ばせるためにも、せめて、こんばんはとか、おはようとか、そういうのでもいいので、はい。挨拶でも構わないので、連絡してあげてください。はい。ではですね、オラクルカードの助言になりますね。はい。こちら灰色となっております。エンディングは避けられないという風になっておりますね。はい。これはですね、エンディングは避けられない。なんか悪い方に捉えられるかもしれないんですけれども、それだけじゃないと思います。どんなものにもですね、エンディングっていうものは必ずありますよね。はい。それはラブロマンスとか、そういうのでもありますし、映画とか、そういうのでも、やっぱりエンディングは絶対ありますからね。何においても、良いことだろうと悪いことだろうと、エンディングっていうのは必ず訪れる、避けられないっていうことですね。はい。それを自分の良い方向に持っていくか、悪い方に持っていくかは、あなたの行動次第っていうことになると思いますので、はい。あなたのエンディングをより良いものにするためにもですね、少しずつでもいいので、恋愛に前向きに動いていってほしいなと思いますね。はい。そうですね。もうとにかくお相手の方はあなたのことを、熱意を持って見てらっしゃる。とてつもなく大好きだよっていう気持ちが溢れているような感じがしますので、そうですね。今後はですね、もうちょっと自信を持って進んでいってほしいなと思いますね。そうですね。ちょっと関係としてはですね、やっぱりお相手の、状況とか見てもですね、のんびりペースにはなるかもしれないんですけれども、確実に前に進めるっていうことはありますので、そうですね。その前向きに進めるよっていうことを覚えておいていただいて、そこにですね、進むためにもあなた自身もですね、ちょっとずつアクションしていってあげてほしいなと思いますね。はい。そうですね。返事返すだけでも本当にお相手の方喜ばれると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは、よろしければこちら参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のあの人の気持ちですね。はい。お相手の方っていうのはですね、あなたのことを、あなたという存在自体がもう大好きという風になっておりますね。はい。純粋な愛情、ピュアな気持ちっていうのが感じ取れます。はい。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。まず現在ですね。ワンドの5の聖地ですね。はい。複数の人からアピールされている状況ですかね。はい。モテモテな現在っていうことですかね。もしくはですね、様々な出会いのチャンスがあって、その中からですね、この人いいなって思われた方がいらっしゃったのかもしれないですね。そして、その方の気持ちが気になっておられるっていう感じですかね。
ですね、モテモテなのかもしれないし、いろんな人と出会ってみて、この人がいいなって思われたかもしれないですし、どちらにしてもですね、良い恋愛をされてるのかなっていうイメージがございますね。はい。はい。では未来がどうなるかというと、ソードのキングの逆位置ですね。はい。慎重になりすぎて一気に恋愛を進めることが難しいかもしれません。そうですね。今現在が、いろんな方との出会いがあったっていうことで、まずそこの出会いの始まりっていうところがあるので、そこをですね、実際にその進展させていくまでには、ちょっと慎重になって時間がかかっているのかなっていう感じなんでしょうかね。未来はそんな感じになっておりますね。はい。ですね。あまり難しく考えずにですね、もっと気楽に進むと良い方向に行くかなっていう感じがするのでですね。そんなにですね、慎重にならなくても大丈夫だと思いますね。それがなんで慎重にならなくていいのかっていうのがですね、お相手の方が考えるあなたへの印象っていうところなんですけれども、そうですね。はい。印象が星の正位置と死神の逆位置になるんですけれども、そうですね。あなたに対して純粋な愛情を持っていらっしゃるっていうことで、もうあなたという存在自体が大好きという感情が強いので、もうかなりですね、もうベタ惚れな状況ですよね。ただ、お相手の方がですね、その好きすぎるがゆえに、望みや願いを手放して、見返りを求めていないっていう状況になってるので、片思いで済ませようとしているっていう感じもありますね。あなたのことが好きだからこそ、もう片思いでも構わないから好きでいたいっていう気持ち。もうピュアすぎて、なんだかこうすれ違ってるっていう感じになってますね。はい。そうですね。お相手の方はですね、見返りもっと求めていいと思うんですけれども、そうですね。あなたが幸せになってくれればそれでいいっていうことがあるんでしょうね。なので、あなたが少し動いてみるとですね、お相手の方、自分の片思いじゃなくて両思いかもしれないっていう希望を持てるのでですね。そうするとお相手の方もですね、やはり嬉しいですし、恋人関係に進展していくっていうこともできると思いますので、ですね、気楽に進んでいただけるといいかなと思いますね。はい。ではですね、お相手の状況を見てみましょうね。ペンタクルの2の正位置ですね。はい。次から次にやってくる要件に追われていますと。はい。そうですね。ちょっとお忙しい感じですかね。今に意識を奪われて、うっかりあなたに連絡を忘れることもありそうっていうことなんですが、それは本当に要件とかが多すぎるからこそ、あなたへの連絡が忘れてしまうっていうことなので、もう、あなたへの思いっていうのは変わらないんですね。ただ、あなたからすれば連絡がないとやっぱり不安ですよね。ただ、それは今がどうしても動けないからっていうことなんですね。はい。なので、もしよかったらあなたの方から連絡してあげると、もっとスムーズにですね、進展しやすいのかなっていうところがありますね。本当にうっかりっていうところがあるだけなので、お相手の方の気持ちっていうのは全然、変わらない一途な感じですね。はい。なのでですね、もしよろしければ連絡してあげてください。はい。もうそうせずに、お相手の心をもてあそびたいという、そういうちょっと小悪魔的な気持ちがあるのであれば、もうそのお相手の方の連絡を、待っておいて、ちょっと関係をですね、伸ばすっていうのもいいかもしれないんですけれども、せっかくならですね、連絡取り合ってもらいたいなと思いますね。はい。はい。では、お相手の願望ですね。これがですね、ソードの2の逆位置になるんですけれども、
現実を見たくないっていう風になってますね。これがなんでなのかなと思ったらですね、やはり振られる怖さっていうのがあって、それで、まあ、何も決めたくない。決断して告白するのが怖い。ですね。自分が振られる状況っていうのになりたくないから、できれば逃げたいみたいなところですよね。これは本当に相手があなたのこと好きすぎてこじらせてる状態なのかもしれないですね。なのでですね、もうこの辺はですね、あなたの思いっていうのもですね、もうちょっと分かりやすく伝えてみてもいいのかもしれないですね。お相手の方がですね、ちょっと自分自身の気持ちだけが先走ってるんじゃないかとか、片思いなんじゃないかとかですね、そういうことばっかり考えすぎてですね、やっぱり振られるのが怖いっていう思いもあるんだと思いますね。片思いで済ませようとしているっていう風にさっき出ましたけれども、そういうところがあるのかもしれないですね。自分の悲しい結末を見たくないから片思いのままでいいやっていう風になっちゃう。それってひねった思いでいたいっていうことですよね。だけど、あなた自身がその方を気になってらっしゃるのであればですね、できればお二人ともですね、結ばれてほしいなと思いますので、もうその方のですね、悲観的な気持ちっていうのをですね、なくすためにも、あなた自身も動いてあげてほしいなと思います。はい。ではですね、あなたの状況がどうなるかというとですね、カップの9の正位置ですね。はい。自分に満足できる状況になってますね。はい。そして願いが叶うとなっておりますので、運気はあなたの方にかなり傾いてる状況。ものすごくいい運気があなたに来てますね。はい。なので、むしろあなたからお相手の方にアプローチするっていうことが大事かもしれないですね。あなたの運気を相手に分けてあげるって言ったらいいんですかね。そんな感じでしていただくと、お相手の方、今、もう本当に見えてない状況なので、できればですね、あなたの方からどんどんとアプローチしていただいて、そこでお二人の感情のすり合わせというか、お相手の方もあなたが自分のことを思ってくれてるっていう気持ちに気づくことができるので、ですね。できればそういう風に進んでいってもらえるといいのかなと思いますね。あなたの願いは叶うっていう風になってるので、あなたのその恋愛においてお相手の方と結ばれたいっていう願いがあるのであれば、それはちゃんと叶えますので、ですね。そのためにもですね、あなたの行動は大事っていうことですね。はい。はい。助言ですね。ワンダのナイトの逆位置ですね。あなたの場合ですね、落ち着いて考えてもいいですよっていう風になっておりますね。そうですね。お相手の方の気持ちっていうのは、かなりもう一途な思いを抱えていらっしゃるっていうことなので、あまりですね、急がなくてもいいのかもしれない。あなた自身のその気持ちっていうのに、整理をしてですね、どういった気持ちを伝えるべきか、ですね。はい。落ち着くっていうのは、もう全然、何も行動しないっていうわけではなくって、自分が何をする必要があるのか、お相手の方と結ばれるために何をすべきなのかっていうのをですね、落ち着いて考える必要があるっていうことですね。もう劇場に駆られてですね、突っ走ってしまうと、それはまた、暴走しすぎてしまうっていうところがあるので、そうですね。ナイトの大間さんに乗って走ってる状況ですね。それが、わーっと走っていってしまうと、今度勢いがつきすぎて、転倒事故って言ったらいいんですかね。恋愛だとちょっとそういう、トラブルに行かなくても、思いのその感情の爆発によって、お互いにちゃんと付き合っていても、その付き合ってる
状態っていうのが伝わらないっていうことがあるかもしれないので、せっかくあなたに願いが叶う運気があるので、そこはですね、落ち着いて考えながら進んでいくっていうことは必要だと思いますね。はい。はい。ではですね、オラクルカードの助言ですね。はい。こちらですね、悪党になります。あなたはいつでも物語を書き直すことができます。という風になっておりますね。はい。そうですね。あなたの場合はですね、お相手の方の気持ちがかなり強い状況なので、それをですね、わざわざ書き直すっていうことも、しなくてもいいかもしれないんですけれども、ただですね、恋愛においてですね、いつでもあなたにとっていいことばかりが起きるわけではないと思うんですよね。やっぱりいろんなですね、不満だったり、トラブルだったり、あると思うんですね。そういった時にですね、それで落ち込んで、もうダメなんだっていう風にしなくても大丈夫ですよっていうことですね。はい。あなたがいつでも自分の物語を書き直すことができます。はい。ですね。あなたの物語、恋愛においては恋愛物語って言ったらいいんですかね。人とのつながりですね。はい。そういったところはですね、いつでもちゃんと自分で作り直せる、書き直せますよっていうことなので、はい。そのことを覚えていてほしいなと思います。そうですね。はい。全体的なものを見て、あなたに対する気持ちが強いあまりに、お相手の方っていうのはちょっと、勝手に悩みすぎて、もういいやっていう感じになってるっていうところがあるので、もっとですね、あなた自身も、アプローチしてあげてほしいなと思いますね。お相手の方、なんで一人で暴走してるんだろうっていうことになるんですけれども、やっぱり、あなたからのアピールとかアプローチっていうのが、まだちょっと、お相手の方が安心するまでにいってないのかもしれないですね。あなた自身が現在、モテモテな状況だったり、いろんな人と出会ってたっていう状況があったみたいなので、そういったところも関係するのかもしれないですね。なので、お相手の方を安心させてあげてくださいという感じですね。こちらとしましては。はい。もしよろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のあの人の気持ちですね。はい。あの人はですね、あなたのことを将来を考えるほどの相手と考えていらっしゃいますね。はい。あなたのために全力を尽くしていろいろやっていきたいと考えていらっしゃる。はい。そのような感じになっておりました。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まず現在ですね。こちらが月の星時ですね。現在はですね、移ろいやすく不安定な運気っていうところがありますので、今はですね、いろんなものが恋愛の妨げになっている感じですね。もしかしたらそれはお忙しいとかですね、お互いにちょっとすれ違いがあるとかですね、そういったことがあるのかもしれないんですけれども、これはですね、今後はですね、なくなっていくような感じなので、現在はそういう感じなんだなっていう風に、とりあえず時が過ぎるのを待つっていうので大丈夫だと思いますね。はい。では未来がどうなっていくかというと、戦車の正位置ですね。恋愛は一気に進みますね。はい。トントン拍子に成功していきます。はい。よかったです。そうですね。現在がちょっといろいろとお二人の恋愛関係っていうのが進まないところがあったんですが、今後はですね、あなたたちお二人ですね、しっかりと恋愛関係に進展していく。そしてですね、ちゃんとその中で良い関係を築けていけるっていう風になっておりますね。はい。戦車ですからね、勢いがあると言いますか、もう、お二人が好きだと思ったらですね、すぐ行動ができるような感じなのかもしれないですね。その中で、一緒に住んだりとかですね、
いろいろとお二人の関係の変化っていうのもですね、あるかと思います。はい。ではですね、お相手の方があなたに持っている印象なんですけれども、これがですね、ペンタクルの7の正位置とワンドの2の正位置ですね。はい。あなたのことを将来を考えるほどの相手と考えていらっしゃるということですね。はい。真剣な恋になると感じているので、あなたに対して長い付き合いにしていきたいと。はい。そういうふうに思っていらっしゃるようですね。はい。あなたのためにベストを尽くしたいと思っているので、そうですね。どちらかというと、あなたに対していろいろとやってあげたいとかですね。とにかくあなたのためになることだったら何でもしてあげたいとか、そういう感じなんでしょうかね。はい。そうですね。あなたとは大切な関係性をどんどんと築いていきたいっていう風になっておりますので、そうですね。ものすごくあなたのことを真摯に考えてらっしゃるんですね。はい。それだけ、真面目な方っていうことなんだと思いますね。はい。はい。では、お相手の方の状況が、ペンタクルの10の正位置ですね。はい。お相手の方はですね、親族や会社の仲間などと会っている、もしくは集まる計画を立てている状況ということで、そこでですね、何かしら大事な発表を考えていらっしゃるということなので、それはもしかしたらですね、あなたとの関係のことをお話しするのかもしれないですし、また別事かもしれないんですけれどもね。はい。何にせよですね、お相手の方は、自分のその信頼のおける人って言ったらいいんですかね。長い付き合いの方たちにいろいろと話したいなと思って、その方たちと会っている。もしくは会おうと思っているっていう感じの状況になっておりますね。はい。はい。では、そのお相手の方の願望が、ペンタクルの3の逆位置ですね。はい。もっと意思疎通をしていきたい、関係を進めたいというふうに考えていらっしゃるっていうことですね。はい。まあ、それはそうですよね。あなたに対して、本気でいろんな、本気でちゃんとした付き合いにしていきたいと思っていらっしゃるので、そうなっていくと、やっぱりあなたとしっかりお話もしたいでしょうし、コミュニケーションどんどん取っていって、ますますの進展をさせていきたい。そういうふうに思うのは、当然といえば当然なのかもしれないですね。ですね。で、お相手の方からアプローチがあった時には、しっかり答えてあげるといいと思いますね。ですね。そういう感じで、スムーズにお二人の関係性っていうのは築いていけるのかなっていうところがございますね。はい。お相手の方の願望としてもですね、やっぱり、あなたと話していくことが大事だと考えてらっしゃるので、しっかり話していきましょうね。はい。はい。では、あなたの状況がどうなるかっていうとですね、カップの2の逆位置ですね。あなたの場合がですね、ちょっといろんな人に心を閉ざしている状況になってますね。不信の念にとらわれているっていうことで、過去に何か嫌なこととかがあったんですかね。恋愛においてとかですね。好きな方に裏切られたとかですね。そういったことがあったのでしょうかね。そういうので、なかなか人に対してですね、自分の心をさらけ出すっていうことができないのかもしれないですね。それによってお相手の方ももっと話していいんだよっていうふうに思ってらっしゃるのかもしれないですね。ただですね、やはりそういった自分の中で人がなかなか信頼できないとかですね、心を開けないっていうのは、やはりいろんなことがあってこそのその状況っていうことなので、無理はしなくてもいいんですけれども、ただお相手の方はすごくあなたのことを大事に考えていますよっていうことなので、全部をですね、さらけ出すのは無理でも、相手のことを大事に思っているんですよっていう、あなたのその気持ちを伝えるだけでもですね、全然違うと思いますので、そういうふうに、話していってほしいなと思いますね。とにかくですね、不信ですね、そうですね、なかなか人を信じるって難しいことだと思うので、時間はかかるかもしれないんですけれども、
お相手の方はですね、ちゃんとあなたのことだけ見てますよというふうに、思っていただくといいかなと思いますね。はい。はい。では助言ですね。こちらがワンドのナイトの逆位置ですね。はい。想定外の事態を恐れずに落ち着いて考えてくださいという風になっておりますね。はい。そうですね。あなたの場合ですね。お相手の方はしっかりとですね、あなたのことを考えてらっしゃる。ちゃんと恋愛関係として真剣に考えてらっしゃるということで、もしかしたらあなたの意図しないというか、想定してないところで、お相手の方から告白があったりとかですね、こういうふうに考えてるとかいうですね、思いの、伝えるとかそういうことがあるかもしれないんですね。ただその想定外の事態っていうので、そこであなたが逃げてしまうのではなくて、やはりあなた自身も気になっている、好きでいるっていうことは、この占いを見てらっしゃるってことはそうだと思うので、そこでですね、恐れずに落ち着いてですね、その時に答えを出すのは無理かもしれないですけれども、後々ちゃんと考えるので待ってくださいっていう風に言っていただいて、それで後日お返事をするのでもいいですし、そうですね。お相手の方のことを考えて、すぐに答えなきゃとかですね、そういうふうに思わなくていいと思います。自分のことを最優先してですね、無理せず相手のことにですね、言葉に答えるっていうのでも全然いいと思うので、はい。そうですね。想定外だからびっくりするかもしれないんですけれどもね。それでですね、そのまま話がなしになってしまうよりは、しっかり後になってお話をさせてくださいってした方がですね、お互いにもいいかなと思うので、そこで無理になってしまうよりは、自分の答えが出しやすい時に答えを出すっていう感じでいいと思いますね。はい。そうですね。はい。ではですね、こちら、オラクルカードの助言ですね。宇宙になります。私たちは皆、ただの星屑ですという風になっておりますね。はい。そうですね。どんなにですね、お相手の方が光り輝いて見えてもですね、結局みんな同じ星屑ではあると。はい。そしてその星屑から星になることもできる。あなたもそうです。ですね。それは恋愛の感情っていうか関係とかもそうかもしれないですね。その恋愛感情を星屑のまま捨ておいてしまうか、星のように輝かせてですね、今後につなげられるか、それもあなた次第だと思いますね。はい。ですね。できればですね、やはり人間関係の不信とかそういうところもあるので、あまりですね、無理して答えなきゃっていう風に考えなくてもいいので、まずは、ゆっくりでも構わないので、お相手の気持ちですね、そういったものにですね、答えるためにも、時間を置いて考えるっていうことも必要なので、それでですね、あなたの恋愛っていうのもですね、星屑だけではなくて、星、はい。そして大きな宇宙のように広がっていくというふうに考えていただくといいかもしれません。はい。そうですね。あなたのですね、やはり、トラウマかもしれないですね。恋愛関係において、いろいろと悩まれてたこともあったのかもしれないですけれども、今回のお相手の方はですね、あなたのことをちゃんと真面目に考えてますし、ちゃんと将来もですね、考えていらっしゃる。決してですね、嫌なことをしてくるような人ではない。あなたのためにいろいろと、してくださる方。そういう感じの方なので、もうちょっとですね、背中を預けると言いますか、肩に寄りかかるぐらいでも構わない。ちょっとですね、甘えてみるっていうのでもいいかもしれないので、お相手の方のですね、気持ちにちょっとでもですね、寄り添ってもらえたらなと思いますね。はい。
はい。もしよろしければですね、こちらの方参考にされて動いてみてください。はい。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。